だけど買いました。スズキの刺身美味しそう。こちら冷凍。夏は出るもの少なめです。そしてマナガツオが見えない今年は。7月中旬になりました。7月は今のところカニとコチ少ないですけど、まあコチとゲッタセイマキで乗り切ってますが、今日もそこそこ取らせていただければいいんですけど、とにかく経費がすごいんで赤字にならないよう今日も楽しんで頑張っていきたいと思います。よいしょ、1番目です。お、鈴木めっちゃええ方。なんかもう3番5っぽいな。あ、でも2か。わりかしまだもっこりしてるんで2ですね。もうここへめっちゃええ方の鈴木じゃないですか。ブリブリ、一番美味しい時ですもんね。セイマキ、なかなか準エースのセイマキ。ナイス。ああ、バッチリ。1番目からこれはちょっと素晴らしい。この素晴らしいブリブリ感、本当に今一番美味しい時です。ドラハもなんか綺麗ですね。なんでこんなに泥、本当に泥でした。今一番嬉しいやつ。おお、ナイス。今日も違うね。ほぼ毎日おりますね。嬉しい、マジで嬉しい。もう7月なんて本当超えてきてるし、あんまりいる時じゃないんでね。あ、生きとる。すげえ。食べるしかない。アジ、大ごっつお。よいしょ。あー、すごい。マジか。ヒラメよりすごいもんがおる。びっくりした。すごい。私も一斗缶の中に入っとった。マジか。あ、逃げる逃げる。とにかく足が速いんで。やばい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 。うわー、すごい。これはヒラメかける2。やったー。これはすごい。サムネ決定の水がついてるな。やった。これはほんとすごい。多いんすかね今年。なんか俺 2匹目なんですよね。この間マッサージチェアが当たりまして、ガチのやつです。大きいゆったり座れるやつの座る部分に座ってマッサージを受けてたんですよね。まあそのマッサージチェア片付けるの大変でしたけど、よいしょ。
やった、これは嬉しい。こっちもおるし、最高でした。そして一斗缶の中にアジ、おかず。ローもなんやないか。ゲター出てくれましたね。ローもあった。2番連続絶好調じゃないですか。しかもカニまで。いや素晴らしいボーナスタイムですね。どう見ても今の網といいこの網といい。おやった、やりました。本当にライス。がね、いやでもカニおらんかったらやばいな、この網。カニカモでした。よいしょ。毎年ジャコがねたくさんいるんですけど、あとガラもねいるんですが、ガラとジャコがもう全然今年は見えませんね。これがナイス。おナイス、いい感じで持ってます。今日はちょっと精巻きは少なめですね。今ボッコン言いました。なんか流れもん蹴ったな。でも多分大丈夫です。ちっちゃいもんだと思います。嬉しい。何か一個ずついいものが来てくれて助かってますね。他に持ったギリ拾えるでしょうか。それにしてもちょっとここの流れも激しいんで、ここにいない方が賢明そうですね。ずっとるかなこれ流れも。ちょっとたまたま雨上げたところが悪かったですね、今のは。あの流れもだいぶキングストンで吸っちゃったと思います。帰って掃除せんといけませんね。めんどくさ。もう袋の中も大変なことになってくるし、さっきの流れもんとこですね。だらけ。こうですね、これ。どうしよう。入りましたね、これ。うわ、こっちの方がもっとすごい。出てくるんかな、これ。どっちにしても移動ですね、これ。カニ出てきました。結構いい網でした。ただこれおらんかったきつい網でしたね。オレンジ見えんな。もう3番号離したんかな。まあただ重たいんで、あ、入ってます。トラギス久しぶりに見ましたね。普通にいたんですけどね、 YouTube 始めた頃は自分がほんまに久しぶりに見ました。これを使った料理も5年ぐらい前に教えていただいてるんですけど、見ないのでできませんね。1匹じゃね、どっちにしてもできないんですが、車エビ3つ出てきました。
りませんが、このサイズでももうとにかくタコ類がすごい需要です。よいしょ。おーすごい。うわこんなでけえ横筋笛鯛。もう食べます。これは今日も食べます。こんないい横筋笛鯛を初めて見ました。なんと拾えるカニも。よいしょ。爪離されたら困るんで。いやばっちりやったね。濃い色バリ。やったー。もうこれ2回目のボーナスタイムですね。今日すごすぎるでしょこれ。これはちょっと残念。もう出したばっかりですね今これ。いやーいい網でした。とにかくこの2つがすごい。本もね負けないんですよね。今は夏ですから。すごい。おーやっと女に来た。またこれは嬉しい。しかもでかい。これはもうちょっとここへ。よいしょ。これも残念でした。よし。今日休み明けなんですけど、休み前ちょっと油汗が出るぐらい悪い量だったんですが、驚き。今日はもういいもんだらけですね。本当にスズキにヒラメに大ダコにカニも大きいのばっかり。1日休むだけで驚きの違いです。おーマットン来た。奇跡。あこっちもいるじゃないですか。大ダコチャンスじゃないですよ。もしかしてまたこれ炊飯じゃん。あるある。しっかり入ってくれとるし。バカ。しかもなかなかのサイズ。こっち高専とあかんのか。バカ。素晴らしい。やりました。わあしかもほんといいサイズ。ボスやん。炊飯ジャーの中に入ってるとあるあるなんですよね。そして今日は本当にいいものばっかりでした。最後炊飯ジャーナイスです。撮影できませんでしたが、マッサージチェアに次ぐナイス炊飯ジャーでした。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。こっちこっち。何でよいしょ。これあらまあ入れたままやりました。逆さザメのような形の網になっております。なんか見たことない。なんと今日はいいもんだらけです。おう驚き。めっちゃ楽しかったです。はいやった。ヒラメにスズキ1、ハモはもう大量。お他にロールだ。他にも大きいのばっかりなんやな。しかもオン。なあ。オンがええ。まあ麺も席入ってるけんだけど。で、はい。一番驚きなのはこちら。おおやったタコ。炊飯ジャーの中におったこれは。あそうだな。炊飯ジャーあるあるなんよね。おお。なんでそれだけではございません。すごいモピリ。あんまり大きくないけどね。それでもこれでもすごい威力なんです。なんとそれだけでは終わらないんです。どうしたん奇跡の。どうしたん今年は。
ほら。何かが減れば何かが増えるというね。何かが減ったんで大凧が増えました。何？炙りでいつも食べてますが、はい。湯引きにしてみましょう。はい。それと香川の漁師さんに教えてもらったアジなんか、ネギと生姜、ネギと生姜？たまたま昨日教えてもらったアジをそうやって食べるんじゃ言うて、それやってみてください。たたきみたいな？違う。違う、なめろうみたいな感じ。なめろうみたいな。でちっちゃく切って。そうそう。刻みネギと刻み生姜。でご飯の上にのせて食べるという。皆さん今日もスーパーハードワークボッケお疲れ様でした。これまたおすすめしていただいたお酒です。広島県西条じゃないですか。日本酒です。ここに書いてますが、純米吟醸飲み比べギフトセット、自分にギフトしてしまいました。これちょっと面白そうだからこれにしたんですよね。山田錦とハッタンの飲み比べ。こっちがハッタン、こっちが山田錦。酒米のサラブレッド山田錦対ハッタン。できればね、本当こういう風にお米の何を使ってるかを書いといてもらいたいんですよね。国産米とかだけじゃね分かりませんからね。一旦冷やしました。これはちょっと飲み比べ楽しみですね。山田錦を使ったお酒は飲んだことあるのでだいたい想像できますが、ハッタンが全く想像できません。酒米の王様山田錦。いい匂い。なんか甘ったるい感じではないですね。ハッタン。ちょっとなんかくどい感じ、コクがあるようなお酒なんでしょうか。山田錦の方が圧倒的にやっぱ香りはいいですね。ハッタン、山田錦。これは楽しみ。もう色がちょっと違う、上から見ると。これ分かる？伝わらないでしょうね。微妙に違う。こっちの方がクリアですね、山田錦の方が。どっちから行こう。ハッタンから行きます。匂いが、ちょっとあんまりいい匂いじゃないですね。くどい感じ。まったりした感じ。お米の香りもちゃんとしますが、お米の香りとしてはですね、ちょっとまったりとしたような感じの香り。なんて言えばいいんだろうかな。ぼやけた、すっきりはしてないですね。今一瞬なんかの匂いした。なんだろう。ちょっとこれなんて言えばいいんかな。バナナ系？バナナじゃないですけど、なんかなんかこうまったりした感じの味です。山田錦いただきます。めっちゃうめえ。さすが山田錦。もう圧倒的にこっちの方が人気でしょうね。もうこっち好きな人はもうよっぽど2。味のついた綺麗な水って感じですね。すっきりで本当の山田錦のもうキレのある感じです。ハッタはですね、綺麗とかじゃないんですね。まったりとした感じ。もしかしたら料理にはこっちの方がいいかもしれませんけど、もう飲みやすさとかキレ、日本酒としての完成度はやっぱり山田錦が美味しいですね。はい、お待たせしました。こちらがアジで、こちらがホウボウで、こちらが笛吹き鯛。なめろうではないけどね、もうぶつ切りの魚って感じでしょうか。刻み生姜。これ何やったっけ？笛吹き鯛だ。横筋笛鯛やな。で、ホウボウ。よいしょ。見た感じも食欲をそそられるのは完全にアジですね、これ。ネギと刻み生姜ので、醤油のわさびのいただいてみたいと思います。やっぱアジでしょうね。一応今日のメインアジ、最近ちょっと入り出したんですよね。でもいつも見ないですけどね、毎年そんなアジなんて。いただきます。うまっ。
やばいぐらいうまい。めちゃんこうまいですねこれ。味やっぱりうまー。生姜も合うし、これは教えていただいてよかった。めちゃくちゃうまい。ほうぼういただきます。ここやね、ほうぼう。ここなんでほうぼういただきます。これまたうまっ。ただやっぱ味のうまいな。もちろん今回も800円でのご提供となります。イジボムマさんが知らんけど言ってますが、横筋フエダいただきます。さあどれが一番美味しいんでしょうか。うまい。どれもうまいけどぶっちぎりで味がうまいですね。ほうぼうと横筋フエダはね五分です。ただ味の美味しさが半端ない。ちょろっちょろっとやっぱり味がうまい。この食べ方はもう味ですね。めちゃくちゃうまいなこれ味。もう毎日おかずに取ろうこれ。おとついかたまたま香川の漁師の子に教えてもらったんですけど、ここまでうまいとは思わなかったですね。生姜が合う。本当に味と生姜抜群じゃないですか。うんまー。今回もご視聴ありがとうございました。味がやばかったです。ほんまうまかった。横筋増えたねマコ。うまっ。でもやっぱマコは2秒の方が美味しいな。横筋フエダイは大きく切りすぎた。